絵を描くの定義にもよりますけど、例えば今の仕事とつながるような漫画、イラストなどを意味するのであれば、最初は高校の後半の頃です。好きな漫画を見て真似て描いたりしていました。今の形式でデジタルでイラストを描き始めたのはだいたい大学2年生の初めの頃でした。それ以前は学校の美術の授業では描いていましたけど、当時は自分だけの絵を描くという意識はあまりありませんでした。美術の時間が好きだとか、落書きするのが好きだぐらいの感覚でした。本格的に絵を描き始めたのは、高校の美術部に参加したことがきっかけです。基本的に水彩の風景画を描いていました。ただ漫画はその頃も好きだったので、ノートに落書き程度をしたことはありました。たまにはペンやインクなどを買って好きなキャラクターの絵を描くこともありました。だいぶ昔なのでうろ覚えですが、パソコンの無料ソフト程度のものを使っていました。また、ウェブ上のペイントアプリみたいなものも使っていました。当時はペンタブレットを持っていなかったので、マウスを使って絵を描いていた覚えがあります。正確には日本語日本文学というくくりの専攻でして、そこに進学したきっかけは、実はアニメ漫画ではなく、日本現代文学への興味でした。ただ、高校では日本語を第二外国語として選んでいて、それは日本の漫画やアニメを見ていて、馴染みのある言語だったからです。まだ韓国に暮らしていた時期ですが、大学の頃に使っていたメールアプリのマスコットキャラがいまして、そのキャラのファンアートをユーザー用の掲示板に投稿したら、開発会社からキャラクターデザインの仕事のオファーが来たのが初めてです。ラグナロクオンラインという韓国のオンラインゲームのアンソロジーコミックが日本で発売することになりまして、その表紙を書いた時だったと覚えています。ゲーム会社では主にユーザーインターフェースのデザインやデザインに関する業務が多かったのですが、同時にイラストの仕事も並行で任せてもらいまして、イラストを描いていました。ただ、ゲームの世界観すべてを自分が作るものではなかったので、仕事をやってるうちにもっと自分のオリジナルの作品を作ってみたいと思いました。会社を辞めてから最初はアメリカの美大に留学しようと考えていたのですが、留学の準備の途中に仕事として絵を続けたい気持ちが強くなったり、漫画制作に対しての興味も芽生えまして、悩んだ結果、フリーとして受けられる仕事がより多いという理由もありまして、日本でフリーランス活動をしてみようと決めました。日本で暮らし始めたのは2010年の頃ですね。ソウルにいた頃と埼玉に住んでいる今とでは、環境の違いの影響を受けているんじゃないかと思います。私は旅行先でも周りの風景や空気感に影響される方で、スペインにいた時もその時見た風景やモチーフを素材として絵を描いたりしました。昔、ソウルの都心に住んでいた時の絵には、都心の忙しい雰囲気や情緒が作品に残っていると思います。また、今住んでいるところはそこまで田舎ではないんですが、都心より穏やかな空気やゆっくりとした自然風景があるので、その影響か昔の作品と比べて植物や空なども含めて落ち着いた自然風景を絵に入れることが増えたと感じますね。キャラクターの感情に関しても影響を受けていまして、昔はもっとテンションが高いポップなキャラを描くことが多かったのですが、今はより落ち着いた表情や心情のキャラを描くことが増えたんじゃないかなと思います。
花風の変化をすべて来日と関連付けられるかはわかりませんが、やはり一番の変化は周りの風景の違いからだと思います。今も都会の風景は好きで、ビルの反射や影の変化を取り入れるのも好きです。そういった昔から好きだったところと、新しく好きになったところの対比によって改めて好きなところを見つけたりもします。強いて言うならば、作品の反響に関しては予想が外れることはよくありますね。他の作品ほど見てもらえなかったり、自分でもあまりうまく描けたという実感がないこともあります。なんとなくやってみたいという気持ちだけで描いたから、勉強不足が理由だったり、変化を求めすぎてあまりいつも見てくれてる方もなんか見たいものと違うって思ったからだったりしますね。感想がいまいちだった作品から何がダメだったのかを考えて、その考えた結果を踏まえて次に書いた作品に予想外のいい反響をいただくこともあります。漫画作品ですが、正宗くんのリベンジなどもそうでした。キャラクターの描き方に関しては、私の作品の女の子のキャラクターの丸い印象や目の形は、もともとハンターハンターの作者で漫画家の富樫義弘先生の絵に影響されたものだと思います。高校生の頃に富樫義弘先生の漫画、特に女の子の絵を真似して描いていました。その丸い感じの印象が今の私のキャラクターの原型だと思います。悠々白書です。趣味などでしょうか。昔ピアノをやっていて、大学で絵を描き始めるまでは、バンドのキーボードなどもやっていたんですよね。今もたまに家で弾いています。以前、子守クインテットというバンドの漫画を描いたこともありまして、それは自分もバンドの経験があったから描いてみたいと思った作品だったんです。その時期は特に楽器をテーマで描いた絵が多かったかなと思います。